どうもこんにちは、徳井です。今日はですね、実家に正月に実家に帰ったついでにですね、2025初めての天下一品、これ総本店です。総本店が地元にございますので、総本店にやってまいりました。こってり並とコロッケを。ラーメンに2個ありますか？はい。普通麺が細麺でされますか？細麺で。細麺で。はい。はい。でもなんかお持ちします。こってりのみの細麺に2個ありは1つと、ミニコロッケは1つで。はい。さあ、安定のこってり、やっぱいいですね。そしてコロッケ、この組み合わせもね、いいですね。でやっぱりこれ総本店ですからね、やっぱ気分が違いますよね。これも僕の本当に地元、もう実家からもチャリで来れるようなとこなので、僕が子供の頃から食べていた天一はこの総本店なんですよ。一口いいですね。変わらぬ味。ほんでこれね、ちょっと細麺っていうのがね、去年まであったかな。あんま細麺っていうの選べなかったような気がするんですけど、ちょっと初めて細麺行ってみたんですが、これね、細麺もいいですね。細麺の方が細い分、こう麺がこのなんていうの、スープが麺に絡んで、よりスープが入ってくる感じはちょっとしたような気がします。で大人結構この細麺でなんていうかな、こってりなんだけども、こうなんていうかな、ささっとさらっと食べれる感じもして、これはこれでありかなと思います。でまた細麺なんですけど、ちょうどいい細麺ですね。博多ラーメンの細い麺よりもちょっとだけ太いような、なんかちょうどいい麺ですね。僕ら本当ね、もう僕の天一デビューがですね、中学かな、高校かな、部活の試合に行ったんですね。バレーボール部やったんですけど、試合帰りに3年の先輩が「お前ら天一食ったことあんのか?」って言って、で「ないです」ってなったら「ほなちょっともう天一食わしたるわ」言うて、初めて行ったのが天一デビューで、もうその時のその衝撃たるや、まだ多分天下一品が全国展開はしてないかったんちゃうかな。東京とかには多分なかったと思うんですよね。もしかしたら大阪とかにはあったのかも分かんないですけども、今はね東京も店舗たくさんありますけど、その頃はまだなくて、こんなうまいラーメンあんねやと思ってびっくりしましたけど、もうそれ以来はね、もうずっともう虜ですよ。よくね、僕らの友達の中とかでも言うのが、ラーメンを食べに行きたいっていうんじゃなくて、天一食いたいんやっていうね。もう天一はもう天一というジャンルだみたいなことをね、我々よく言ってたんですけれども、そこからも長らく本当お世話になって、一時はねCM キャラクターなんかにもしていただいて、随分お世話になりましたけどもね。でも中高生から食べ始めて、でも20歳とか20歳過ぎぐらいの時はね、相方の福田さんとね、よくナンパに行ってたんですね。京都の河原町、木屋町あたりでナンパしてですね、でナンパ帰りにこの天一に寄って、で帰ってくるっていう、そういうのをよくやってましたね。で途中からもうナンパじゃなくて天一が目的みたいな、美味しい天一食べるためにナンパ頑張ろうみたいな感じのね、テンションで本当にやってましたね。でこの僕らの福田さんと、大体2人でナンパするんですけど、やっぱそのなんていうかな、この紳士的にナンパをしようと、当時ね、よく河原町、木屋町あたりは本当にナンパのメッカでですね、ようナンパしてる人がいっぱいいたんですよ。今はなんかあんまナンパとか見かけないですけど、その当時ねよくいっぱいいてね。で結構割とやんちゃな兄ちゃんたちがやってるから、なんかこう道行く女性にですね「なあなあ」みたいな「飲み行かへん」みたいな感じのね、かなりフランクな感じの声のかけ方やったりとか、なんやったらこ
後ろからポンポンポンって肩叩いてね止めるみたいな、ちょっとなんかお酒付き合ってやみたいな感じのあったんですけど、いや僕らはちょっとそれ見てて、いやそれは違うやろと、声をかけさせていただいてるんだという心持ちでやらなければならないと、奴らとは違うんだっていう謎のプライドがありましたんで、声をかけるときは、後ろからか、もしくは前の方にちょっと距離を置いて前の方に回り込んで、ちょっとすいませんけれどももしよかったら一緒にお酒飲みませんかみたいないう紳士的な声のかけ方を心がけておりましたよ。ただねその紳士的な声のかけ方してると割と強引なナンパする人たちの中でもう勝てないんですよねやっぱりね、勝てないけれどもなかなかやっぱりね泊まってもらえへんかったりとかお酒付き合ってもらえへんかったりするので、だいたい本当にもう声かけてうまいことこう一緒にお酒飲んでもらえるのが10回行って2回とかそんなもんなんですよ。そんなもんなんですけれども、それでもやっぱりちょっと丁寧にナンパをしようっていうプライドがあったんで、そんな感じでやってたんですけど、でいざねじゃあ一緒に行っていいですよっていう女子が見つかっても居酒屋さんであるとかちょっとバーみたいなとこ行って、で散々2人で喋ってどれだけ付き合ってくれてる女の人を笑かすかみたいな、そこに全てをかけてましてですね、お酒で酔っ払ってもらってその先どうするかとかそんなことは全く考えてなかったから、格好するわけじゃないですけどクリーンなもんでしたね。そういうエロい気持ちとかどうこうよりも若かったからそんな気持ちもあったはずなんですけどね、でもそれよりもとにかく福田と2人で喋って女子に受けたいっていう、もうそれが最優先だったんで、受ければよしっていう、受けてほんであんまり長時間飲んでるお金もないですから、なんとかいっぱい喋ってもう笑ってもらって、じゃあっつって解散して、でもその飲んでる後半の頃にはですね、もう天一食いたいっていうモードになってますんで、とにかく天一を食べようって言うて、もう深夜のねここ来て、まさにこの辺のカウンターだいたい2人なんで、このカウンターに座って2人で今日はあそこ受けたなとか、あそこなんで受けへんかったんやろとかいう話をずっとしながら天一食って満足して帰るっていうそういうのを繰り返してました。今これね、さっき僕胡椒をかけたじゃないですか。基本的には僕天一食う時は何もかけないんですよ。ニンニク味噌っていうのがテーブルのとこに壺に入って置いてあるんで、それをたまに入れるかなぐらいなんですけど、胡椒は基本的にね天一だけじゃなくてラーメンに胡椒をかけないんですね。なんですけども、なんでかけたかと言いますと、僕の座っている正面にですね杉蔵さんのポスター貼ってあって、今天下一品のCM キャラクターが杉蔵さんなんですけど、杉蔵さんのポスターに胡椒バシがけって書いてあって、杉蔵さんがね胡椒めっちゃかけはるんですよね。でそれにちょっと触発されて胡椒をかけてみたところ美味しいです。やっぱり美味しいですね。ちょっと今度からそれもありかなと思ってますけど、でこの天一のこのねコロッケ、これも美味しいんですよ。ほんまにみんなが好きないわゆるお肉屋さんの店頭で作ってるコロッケあるじゃないですか。感じのコロッケでみんなが大好きなコロッケですね。でソースを別でくれてるのもありがたい。私はもうソース大好きなんで、ソースを山ほどかけたいので別で置いてくれてるのはすごい嬉しいですね。なんやろな、ずっと飽きひんねんな天一はね。でここね並びに天一と横に王将もあって、も
最高ですよね。お会計、はい、こちらの方に伝票をお持ちください。どっち行っても最高。これ店内内装ね、ちょっとまあもちろんなんか壁の感じとかはちょっと昔からするとこうリフォーム的なして綺麗になったりとかしてますけど、基本的なレイアウトとかは昔から変わってないんで、来るとね昔のこと思い出すんですよね。そう考えたら長くやってる店ってすごいですよね。一人の人生にずっとこう寄り添うというかね。福田と2人でも来たし、同級生たちと56人とかでもよう来たしね。みんなでゲンチャリでね走って夜中ここ来たりとかね、いろいろありましたよ。ここでなんか誰々が振られたやなんやかんや話したこともあったしね。で偉いもんで、これ僕のね右斜め後ろに若いお兄ちゃんたち、もう20歳前後ぐらいだと思うんですけど、6人ぐらいテーブル席でおって、でラーメン来るまでは結構ねわちゃわちゃワイワイ楽しくやってはったんですけど、ラーメン来た瞬間全員黙って天一食ってましたね。ぐらい天一ってこう魔力がありますよね。で古くはね、僕が高校の時から天一を食べ出したんですけど、中学か、これね実はうちの親父があれ何歳ぐらいやったんやろ、20代とか30代の頃やったんかな。まだ天下一品が今の天下一品になる前、天一のね店舗に行くと多分どっかにその天下一品の始まりみたいな歴史が書いてあるようななんか紙があったりとか、なんかこうポスターみたいなのあるんですよ。探してみてください。そこにね京都の北白川というところで、その屋台で今の天下一品の社長ですね、メディアにもちょこちょこ出はる有名な社長がですね、屋台引いてたラーメン屋さんやったんですね。屋台一つから始まってるんですよ。その天下一品の元となる屋台でうちの親父が食べてたっていうね、そういう歴史もあるんですよね。だからその頃はまだどうなんやろう、場所的に言うとなんかあれなんかな、兄弟とかなんか割と学生さんにお腹いっぱいラーメン食べさせてあげたいみたいな感じの屋台やったんかな。でその屋台があって、だんだんこの天下一品のこのこってりスープが完成されて、で今や日本全国のチェーン店になってるっていう。やっぱりいわゆるこういうこってりのドロッとしたスープ、他のラーメン屋さんもねちょっと前流行った鶏のねポタージュ的なこってりしたスープとかも結構あったりするんですけど、やっぱりね天下一品とは違うんですよね。本当オリジナルなスープですよね。で僕らが学生の頃ね、だからあれ何年前や、30年ぐらい前かとかはこうもうその頃にはね、もちろん京都市内で何店舗か結構な数チェーンであったんですけど、チェーン店やから基本的には味どこも同じはずなんですけど、どこどこ店がうまいとか、木曜日の夜はどこどこ店が一番こてってるとか、そういうねなんか噂が回って、で1週間の中のなんか分からない、なんか例えばなんか水曜日の夜にスープの入れ替えをするから、入れ替えた直後が一番こってりしてるんやとかね、もう都市伝説がいっぱい生まれるぐらい天一についてはね、みんなああでもないこうでもない、食べ方がこうだとかね、こういう風にして食べるのがうまいんだみたいな、そんなのいろいろ語ってましたよ。
若い時に食べてて、これやっぱこってりスープやから年いったら食べへんのかなとかって思ってたんですけど、49歳まだ全然食べてますね。おじいちゃんになっても食べてるんやろな。ほんで毎回俺あっさりを頼もう、まあこれね天一あるあるです。これははっきり言うてあっさり頼もうって思いながら、今回はあっさり頼んでみようなんて思うんですけど、結局こってりを頼んでしまうっていうね、まあ、あるあるですね。俺このまま一生あっさり食べずに終わるような気もしますね。なんかテレビのロケかなんかで一回あっさりどんなもんかみたいな、あ、先生バター、キャンプの動画によく出てくるバターがあいつ天一来てあっさり食いよるんですよね。せやほんでバターのあっさりをちょっと一口もらったんですけど、いやあっさりはあっさりでね美味しいんですよ実は。まあそりゃそうですよね。美味しいラーメン屋さんやから、まああっさり作っても美味しいよね。まあもちろんこってりとはまるで別物ですけどね。あとこってりとあっさりの間の、まあ多分ブレンドしてるんやと思うんですけど、こっさりっていうのもあったりとかね。まあなんか京都の人ってね、天一に関しては自分のなんかあるんですよね。これをトッピングしたやつを食べるとか、あとまあ天一結構店舗によってセットがねそれぞれいろんなセットがあったりとかして、結構バラエティに富んでるところはあるんですけれども、さあそんなこんなしてるうちにほぼ食べ終わりましたね。はい、スープがほとんどないです。そして定番、明日もお待ちしていますというね、これを見て帰るとずっとうまいやん。